like I should feel like I should feel like I should feel like I should go. Go. Feel like I should go. Feel like I should feel like I should feel like I should feel like I should go. 前回のトリトンワンの動画でナレーションでモサをですねモーチャと呼んでしまってすごく恥ずかしめを受けたジェスルでございます。あれだけはすごいコメント量でしたね。小学生からやり直せと。確かにそう思います。皆さんに指摘されなかったら一生モーチャって呼んでました。自分の母がかわいそうでございます。じゃあ楽しく生きてますからね。ありがとうございます。今回は RDPT2 日間の戦いでございます。僕がねメインで今回戦っていくのはベイビードラゴンっていうトーナメントで、それを中心にですねサイドのトーナメントを出ていこうかなと思ってます。全部ねレイトレジストで参加していく作戦なので、桜のようにねすぐ散らないように頑張っていきたいと思います。全トーナメントのポーカー大会送迎つけてくれたら相当嬉しいんですけどね。嬉しい。テンションも上がるじゃないですか。歓迎してくれてるっていうのも含めて、勘違いしちゃうよね。あ、そうですね。今回ですね RDPT さんからホテルもねご用意していただいているということで、今回もですね会場は SA カジノということなんですけども、神話リゾートっていうねホテルが4つ集合しているところで、神話ホテルとランディングリゾートマリオット、それとサマセットというホテルなんですけども、前回泊まったのがランディングで、今回はですね神話ホテルをですね RDPT さんにご用意していただきました。今回もどんな旅になるのかということなんですけども、勝ちたいなと、これにつきます。本当にポーカーは前回のですねトリトン終わってから日本に帰ったわけじゃないですか。 GO by 日本シリーズっていうね鹿児島の大会に行ったりとか、アミューズメントのゲストにも何件か行ったりとか、それとあと JSOL アミューズメントポーカースポットをやるって言ってたじゃないですか。 JPR と JPC、 JSOL ポーカールームと JSOL ポーカーカフェの JSOL ポーカーカフェ富山店がオープンしましてですね、それのねオープニングトーナメントに行ってきたりとか。結構日本でも忙しい感じになって嬉しいですよね。そうなんですよ。ありがたいことに、はいたくさんですね日本でもお仕事をさせていただいてるという感じで、そのお仕事をさせていただいてるのもやっぱ海外でね活躍しないとねもう呼んでもらえなくなるんで、僕らの主戦場は海外なんで、そうですね。はい、海外で活躍してる姿を皆さんに見ていただいて交流できたらなと思っておりますので、今回も頑張ります。僕が出るベイビードラゴンっていうのは位置づけとしてはおそらくミニメインみたいな付けだと思うんですよ。それでまあ25万なんで4発で100万だもんね。一番高いのでスーパーハイローラーで130万とか、スケジュールあったらね正直出たかったって思ってたんだけど、フルで参加ができないんで、この後ちょっと日本帰って少しお仕事をしてですね、その後ねすぐまた武さん APT 台湾に行こうと思ってます。結構すぐなんですよね。はい、日本にだから3日ぐらい帰ってで3日後ぐらいにはまたすぐ APT ですよ。忙しいことはいいことで。どうですか武さん、 JSOL チャンネルに就職して世界中をこの飛び回るというこの生活。普通に楽しいですよ。海外が自分嫌いじゃなかった。世界観見れるのってやっぱ楽しいじゃないですか。確かに確かに。自分で行動してでもなかなか難しいことなんで、いい体験させてもらってると思ってますね。もしかしたら J さんが1億円を取る瞬間を取れるわけじゃないですか。1億円なんてなかなか見る機会ないですよ。作るんだろうね。僕1億円取ったらね、新たな世界に旅立ちます。いや年取ってきたんで、ね、現実に行きますよ。もう散々ですね20代の頃とか調子乗ってきましたんで、現実を見てですね、本当なんかその1億とか取れたら竹はもちろんだし、視聴者の皆さんとか日本のポーカー好きな方たちへ少しはね還元したいなと思ってます。ずっと応援していただいてるんでね。でもね本当なんか1億取ってねどうしようかなっていう世界が変わるじゃないですか、一瞬ね。これをねちょっと感じてみたいですね。今はねやっぱ僕しのぎ続けてるんで、ずっと耐えてるんですよ。 JSOL さんってポーカー好きなんですかって最近聞かれたことがあって、僕20年ぐらいポーカーやってるじゃないですか。そうですね。スナップで口から出てきた言葉が今が一番楽しいって答えたんですよ。僕トーナメントをやれてる状況改めて考えて、その時にすごい幸せだなと思って、15年間ぐらいキャッシュゲームやってきて、その後にYouTube を始めさせてもらって、その影響もあってトーナメントに転向したわけじゃないですか。キャッシュゲームやってた時ってなんていうんですか、きつかったんですよ。やっぱ長時間戦うっていうのとかもありますもんね。そうしかもね僕は古いから昔の時代で勝ち残ってこれた感じもあるし、はい、そんなね高いレート打ってたわけじゃない、安いレートでなんとか耐えて、勝って生きてきたみたいな感じのプレイヤーだったんで、やっぱね精神的にもきついんですよね。一気に大きなお金は入ってそれでなんか裕福みたいな形ではない感じですよね。そうずーっと勝ったり負けたり勝ったり勝ったり勝ったり負けたり勝ったりみたいな感じで、それを15年間やるって結構ね、分か
かります。もう自分も数年しかやってないですけど、んライブキャッシュで長い時だと12時間もう日またぐんじゃないかってぐらいやる時もあるじゃないですか。そのテーブルが良ければ、精神すり減りますよね。そうそうそう。ただね、自分の強みははい死ななかった。ずっとやっぱ生き残ってこれたっていう経験値、今でもポーカーやってて生きてるのかなと思ってて、トーナメントに転向してからもずっと毎月トーナメントに出続けて、大きな1億とかはまだないけど死なずに出れ続けてるわけじゃないですか。確かにそうですそうね。ギリギリこうインマネをして耐えてとか、たまにちょっと数百万取ってとか、はい去年のトリトマンでも1000万取ってとか、それでまあ今耐えれててずっと出続けられてるっていうことなので、出れてる間にちょっと1億取って変えましょう。武さん、変えるしかないですよ、はい、我々の人生をそうですね、はい武さん頑張りましょう、今回も、頑張りましょう。はい、着いた、また来ちゃったねって感じだよね。でも今回入り場所は違いますからね。ほぼ一緒な感じするけどあ、なんかでも確かに違う。こっちの方がなんかこじんまりしてる感じです。こじんまりしてるね、はい6階の7622です。むずないですか？難しいですね。ああ、確かに壁さ、お待たせしましたね。私まだ俺にしか聞けないです。最上階だ。できるだけエレベーター近くの方がいいですよ。わかる。広いホテルだとね、端の端まで追いやると結構歩かなきゃいけないっていうのがある。大体そういうの思うときはさ、リエントリーするためにお金を取りに行ってる時だから一刻も早くってそういう。ですね。端です。おおお。めちゃくちゃいい。で、ベッドの格差が出来上がる。確かに。これクイーンでしょ。これクイーンですね。一応シャワーチェックしましょう。お、これめっちゃいいじゃん。浴槽がで、まずトイレから行きます。普通でしょ。ウォシュレットはなし。シャワーですね、これが。おお。強いですね。どうですこれ。あれ、タケさん今回もし外に出出れる。出れる。なんとあらあらあら。ちょっと今雨で天気悪いですけど。あの山良くないですか？おお、でもいいっすね。めっちゃ景色が。じゃあちょっとシャワー浴びてお着替えとかして会場行きます。たけさん、なんか帰ってきた感じしますね。このカジノの匂い、体が覚えてる RDPT はどう違うのか。会場の雰囲気本当気になりますね。もうすでにちょっと違いますね。どうですか、たけさん。サンキューって感じで。ちょっと待って、立体になってる。すごっ、凝ってますね。凝ってる。ありがとうございます。 Jordan, nice to meet you. Jay? Prefer Jay or Jay Sol? You can call me Jay or Jay. Up to you. A little bit nervous. Oh, don't be nervous. I'm nervous. Alright, hey guys, it's Jordan here at RDPT Plus, and I'm here with quite a popular figure when it comes to YouTube and poker in Japan as well. I'll ask you to introduce yourself, Jay. My name is Jay Sol. I'm a poker player from Japan. Also, I do poker blogging as well. And what do you think so far about the facilities? What do you think about the tables, about the venue? The venue is so gorgeous and a little bit like a darker. Yep. I like it. What do you want to see when you're in Jeju? Are you just going to be playing poker, or do you want to go and do some tourism? I only play poker, but I wanna go look around for my blogging. Amazing. Well, very good luck. It was amazing to meet you. Thank you. 真央さんがインタビュアーですか？はい、映っても大丈夫ですか？はい、お願いします。タレントの阿久津真央さんで阿久す。津真央です。お願いします。ポーカーもね、されるということで、会場ではお会いしたりするんですけど、はいインタビュアーとのプレイヤーっていう関係値は今日が初めてなので、確かにちょっと緊張してます。すごいゴージャスな感じで素敵です。ありがとうございます。じゃあインタビューこの後よろしくお願いしよろしくお願いしま。ますす。皆さんこんにちは。日本でタレント活動をしています阿久津真央です。ジェイソルさんにいくつか質問をしていきたいと思います。それではまず自己紹介お願いします。ジェイソルと申します。ポーカープレイヤーで、ファミリー株式会社契約プロという形で活動しております。それとあと、ポーカーの YouTube もやっております。ありがとうございます。会場を見てみていかがでしたか？実はこの会場来たことあって、会場の雰囲気は知ってたんですけど、ブランドによって全然エクステリアが違うじゃないですか。ゴージャスすぎてびっくりしました。すごいですよね。ここでプレイできるっていうことに少し興奮しています。ではですね、レッドドラゴンの魅力、こちらも聞いていきたいと思います。まずトロフィーがかっこいいなっていうのと、やっぱ男性としては心くすぐるデザインなので、またね、トロフィーもより一層パワフルになったので、ぜひジェイソンさんもトロフィーを目指して頑張っていただきたいと思います。それでは最後にですね、届いた選手サポート体制といいまして、日本人の方も気軽に参加できるこのレッドドラゴンとなっておりますが、ぜひ日本でこちら見てくださっているプレイヤーの皆さんにも最後メッセージいただいていいですか？そうですね、今回空港からホテルまでシャトルバスで連れてきていただいて、その辺りのサポートもすごく良かったですし、日本人のスタッフが会場に至るところにいるので、何か困ったことがあっても全く問題ない。もう初めて海外でトーナメントとか参加される方はめちゃくちゃおすすめのトーナメントとなっております。ぜひ皆さんもレッドドラゴンに参加してみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございます大丈夫ですすいません、いきなりいろいろ。じゃあちょっとトナメ出てきますてかすごくないですかトリトンとは違って今度赤がコンセプトですね。ここやばないこれあ、いいんじゃないですか。めちゃくちゃかっこいい横とかにも章があってさ本当ですね。ファイナルテーブルのさ配信の全部揃ってる感もすごいし FT 自体がめちゃくちゃ豪華ですね。ポーカーやってる身としてはこういう華やかな舞台でプレイできるのってすごい楽しいんですよ。だからちょっとねこれ目指して頑張りましょうよ。とりあえずちょっと今から10万円出しのノーリミットホルデムがあるんでマックスレートレジストですけどちょっとオールインしに行きましょう今日は。Thank you。よしじゃあたけちゃん1つ目頑張りましょう。ファイト。うっすAlright, for the Dragon Smart D1B, your blind stop is 100, 200. All in. Thanks. Thanks. Love. Sit open. Okay. Masagera. 明日からのベイビードラゴン頑張りましょうか。今日はいい肩慣らしができたということで肩慣らせたのかなこれ明日から来たことにしよう。寝るしかないっすよ、竹さん。おやすみなさい。おやすみなさい。今からですね、ベイビードラゴンに向かうということなんですけども、今日で通過しよう。頑張ります。今ね、もう実は夕方の5時ぐらいということで、ベイビードラゴンのレジストクローズが、6時ぐらいということで、今からですね、ご飯を食べて間に合うように行こうと思ってます。ここうまいんだよね、前来て。イタリアンアーバンビストロ。ここおすすめです。どのパスタ食べても美味しかったよね。パスタとかピザとかね。これ2個で本当だ。ちょっと今日新たな冒険する。いいんじゃないですか。イタリアン最近ハマってんすよね。あんまりイタリアンは好きな方じゃなかったですよね。そうでも最近好きで不安になると味覚が変わってくるのかただの食わず嫌い、食ったことはあるよもちろん米の方が好きだったんだけど最近好きで食の変化ないですかね。何食います自分もそうじゃないですか。これはうまいでしょう。トリュフ乗ってますよ。どれがいいですか。気になるのは絶対これですけど。じゃあこれいこうか。まだ買ってもないのに昨日キングスで負けただけの状態でなんでこんなさ海外来るとさお金の感覚がさ感覚バグりますよね。バグる。今朝起きてばっかっすよ俺ステーキ&トリュフリゾットとパスタとコーラとオレンジです、戦前の大盤振る舞い。間違っとるけどデートで進出した時とかだったらいいと思うんですけどね。ただねなんか負けてる時ほどお金使いたくなるんですよね。良くない考え方のような気がします。最後終わってみたらめっちゃお金減ってるっていうね。よし楽しみに待ちましょうご飯、見てくださいこれ。香り伝えられなくて申し訳ないですけどめっちゃいい香りしますね。あやばい。トリュフってなんかアメリカに住むようになってぐらいから十何年ぐらい前からよく食べるようになったんだけど三大珍味だよね。そうですね。匂いがいいよねトリュフって。めちゃくちゃいいですよね。本当ね皆さんこのチェジュのランディングリゾートトーナメントやりに来てください。環境本当にいいんですよ。周りにホテルが4つ並んでてでどのホテルも結構かなり高級なのに部屋安いんだよね。でかつご飯食べるところが豊富。まあ幼虫全部ありますもんね。1回目チェジュに来た時は外に出てなさすぎてご飯全然ないじゃんって言ってたんですけどあったね。めちゃくちゃうまそう。いただきます。最高ですか。焼き加減めっちゃいいしお肉にもトリュフの香りが一緒のプレートできたからふんわりしててめっちゃ美味しいです。ぜひこの店ね美味しいんで皆さんチェジュ来る機会あったら来てみてください。ちょっとこれ食べてベイビードラゴン行きます。美味しかったですね。めっちゃうまかった。1万1500ウォンでした。あんなステーキ食べて安いよね。ということで今からですねベイビードラゴンやることは一つだけなんでじゃあ頑張ってきます。いきますか。でもやるんじゃないけどね。
しっかりダブルアップしますね。今から1時間休憩なので、はいこの後ですね頑張ろう。これはあるんじゃないですか。っていうかめちゃくちゃ荒いね。びっくりしましたね。俺はびっくりした。絶好調ということで、引き続き頑張ってください。いやーテーブルチェンジっすね。いいテーブルだったんですけどね。そうですね。調子いいんじゃないですか。激アツっすね。よかった引かれなくて。このまんま行きたいですね。今96人なんであと50人飛べば今ね Day2 です。このイベントは Day2 が最終日ということで明日ね残って優勝したいですね。レッドドラゴンファイナルテーブルの入場シーンで呼ばれながら入れるらしいですからね。熱いよね。もうこの調子でお願いしますね。うっす。はい、ということで休憩になりまして、今日はですね304人参加で残りが79人ということで Day2 進出まであと36名飛べば Day2 進出となります。確かはですねアベレージの倍ぐらいあるということでいけそうな気がしております。バブルラインせっかくねチップ持ってるんでもう少しね増やしたいなと思っております。デイ2のインマンデが終わりじゃないですからね。目指すは優勝なんでね頑張ります。残りあと5人でデイ2進出ですよ。嬉しいです嬉しいですとか言ってあと5人まだあれなのにでもまあ、チップの量もみるみる増えてますね。本当に調子いいです。いけるでしょ。アベレージが今23万で、今じいさん何点ぐらい持ってるんですか。50ます。アベの場合さすがにもう大丈夫だと思います。あと5人飛んだら Day2 ということで気を抜かずに頑張ります。
J2 進出まで残り3人のところでブレイクとなりました。最後の休憩ですね。このバブルライン、僕チップ持ってるんで、僕がプレッシャーをみんなにこうかけていく側なんですけど、やっぱチップない時はめちゃくちゃこのバブルライン長く感じるんですけど、チップ持ってる時はやっぱめっちゃ参加するんで、すごい短く感じます。一番楽しい時かもしれない。かなり今このバブルラインでチップ増やせれてるんで、もっとねチップ増やせるように頑張ります。気づいたらこれインマで数字は46になってるんで、インマにしたっぽいっすよね。一気にね3人減ったね。3人飛びましたね。トータルプライズプール1億4000万以上あるんで、結構優勝賞金もでかいと思います。そうですよね。2000万ぐらいありそうな気がしますよね。嬉しいよ。だけどベイビードラゴン出に来てさ、しっかりインマでできたのは。しかもこのチップの量ですよ。確かにいくらですか54万6000です。アベの倍です。激アツ。はい、ということでですね、いいスタックでレイ2進出、そしてインマにしました。明日がですねファイナルデーということで頑張ります。はい、ということでですね、カジノ飯食べに行きました。チェジュっていうと韓国ってことを忘れてたんだけど、会場に中国人が多すぎて、この今キムチが来て韓国なんだっていうことを思い出しました。っていうぐらい会場は中国人で溢れ返ってます。8割中国人じゃないこのね、多いぐらい。じゃあちょっとこれ食べて、明日デイ2の昼の12時スタートということなんで、とりあえずどうか。はい帰ってきましたよ。帰ってきましたね。あれが出てますね、部屋で。部屋の清掃も入れてないっていうね。いやー、明日ちょっと激アツです。楽しい明日を迎えることできましたね。そうですね。しかも優勝賞金もかなりでかいと思うんで、トータルプライズプール1億5000万っていう感じなんで、優勝目指してね頑張ります。 JSOUL チャンネル次回めっちゃ激アツなんで、皆さんぜひですねチャンネル登録をしてお見逃しなくということで、チャンネル登録お願いします。お願いします。ということで明日待ってきます。頑張りましょう。神様、理想的な優勝賞金2700万。心が癒されるっていうね。やっと動きが傾いてきたっすね。中毒になってやめられないんですよね。ちょっと肩についてる悪いもの。新たな e スポーツが誕生。テキサスホールデムで全国のプレイヤーと腕を磨け。豪華クリエイター声優陣が勝負を盛り上げる。立ち上がれ究極のマインドスポーツ M ホールデム。